こんにちは。こんにちは。今日はですね、パーソナルカラー診断にやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私コスメ動画、メイク動画を上げてるんですけども、コメントでこのオレンジのカラーが似合うんで、アスカさんはイエベですねっていうコメントを見つけて、で私今までブルベだと思ってたんですよ。でそれで私もしかして自分に合ってないカラーとか結構使ってたのかなって心配になって、それでいろいろ検索して先生のことが出てきたんですけども、ありがとうございます。はい、すごい大変有名な先生でそれで私この私物なんですけど、サンククルールクチュールをここに持ってきました。はい。でこちらすごく使いやすいパレットなんですけども、これもなんかこうイエベとかブルベとかやっぱこうどういう風にこう似合う色を使った方がいいのかなとか、あとベージュだけでも結構な種類がそうですね。あるんですよ。本当にもういろんな種類があるので、これもせっかくでしたら先生にイエベとブルベ、また春夏とかいろいろ分けていただこうと思って今日は持ってきました。先生、今日はパーソナルカラー診断ということなんですけれども、他にはどういったメニューがあるんですか？はい、パーソナルカラー診断の他にもお洋服とかの得意なテイストが分かる顔タイプ診断と、あとはそのお洋服の形、スタイルアップして見える形が分かる骨格診断も一緒にさせていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。先生、パーソナルカラーってどういうところで判断されるんですか？はい、いろいろなんか肌の特徴とか目の感じとか髪の毛の地毛の色とかって一応特徴はあるんですけど、やっぱり最終的に見たいのは顔写りです。ドレーパー当てた時に青みの色ですっきり見えるのか青白く見えるのか、黄身の色で血色が乗って綺麗なのか、やっぱりちょっといらない黄身とか赤みが出ちゃうのかっていう、そういう顔写りで最終的には判断していきます。よくインターネットとかツイッターで血色の色って言いますね。血管の色とか、あれは当たってるんですか？それでなる人もいるんですけど、でもどっちかってあれ何血管が見えてるかっていうのが結構大事みたいなので、最初に金と銀から当てていきます。はい、じゃあこれシルバーとゴールドってなったら、でもやっぱりねゴールドの血色感ね綺麗だと思います。そうなんですか？シルバーもなんだろう、でも意外シルバーかと思ってましたでも全然お得意です。イメージで言うとなんだろう、めっちゃくちゃイエベ、絶対もうイエベの色、もう絶対ブルベの色ってそこにこだわりすぎるより、なんかもうちょっと色の強さとか明るさとか別のところにこだわったら、別にそこまでイエベブルベ気にしすぎなくっても使いやすい方です。ただ見てるとやっぱり若干唇の周辺とか青白さが出るのがブルベで、血色が乗って綺麗なのがイエベなので、イエベの傾向が高そうな感じだなという感じでちょっと見ていきたいなと思います。はい、でも本当にあんまりイエベだからイエベしかダメだと気にしすぎると逆にもったいない方です。なんか好きな色とかありますか？せっかくだったら。私ピンクでも結構青みが強いピンクのが好きで、パステルカラー全然似合わないと思ってます。黄色とかもそうですけど。じゃあちょっとそのピンクから見ていきましょうか。これブルベ夏、薄い青みのピンク、ブルベ冬、華やかな青みのピンクで、イエベ春、明るい黄身のピンクで、オータム、しっかりした黄身のピンク。はい、でまずやっぱり見てると明るめと落ち着いた黄身のピンク同士で比べると、やっぱり明るいスプリングの黄身のピンクの方がより綺麗です。やっぱり今度は明るい色としっかりした色、落ち着いた色の見え方の違いで、明るい色ってやっぱりふわっと明るく見えます。で得意な方なら言葉の通りふわっと明るく綺麗に見えますし、苦手な方だと多分さっきおっしゃってたパステルみたいにぼやっとしちゃう。逆に強い色、濃い色、しっかり影を入れてくれて、得意な方ならいい立体感、メリハリが出るんですけど、苦手な方だと欲しくない影の方が目立っちゃう。でまさに今ちょっとげっそり感とか、ちょっといらない影の方が目立っちゃうっていうのがちょっとオータムの色かなと。で明るいスプリングの色の方が明るく綺麗に見えます。でも多分パステルカラーまで薄いと苦手っていうのはちょっとそれは私も見ながら思いました。じゃあ次ウィンターとスプリングってなったら、やっぱりウィンター若干青白さが出るのと、ウィンターの色も全然いけるんですけど、ここまで強くなくてもいいかなっていうのは若干あります。強いですね。そうなんです。スプリングの方が程よく血色乗って明るく綺麗。
でサマーはやっぱり私もおっしゃってた通りちょっと物足りなさがある。なんか幼稚園の子みたいじゃないですか。なんかほらこう顔とこうなんかアンバランスな気がする。でなんかおっしゃる通りちょっとベビー用品とか確かに子供用品に多い色です。パステルカラーってやっぱりちょっと物足りないかな、やっぱスプリングの方が生き生き綺麗です。スプリングの可能性とっても高そうです。イエベ春。そうなんですか。なんかもし見てみたい色とかあればそっちで。じゃあ私青もそれぜひぜひ。かしこまりました。青も好きなんですけど、なんかいろんな青がありますよね。そうなんです。これサマーの薄いグレイッシュな青、ロイヤルブルーウィンターでスプリングターコイズでオータムがダークブルー。いやちょっとこれは違うかな。おっしゃる通りのいきなり暗くなりましたね、顔がね。そうなんですよ、もう透明感が出て綺麗なのはスプリング。やっぱりちょっと落ち着きすぎてしまう。でウィンターもね全然いけますよ。いやこれ私ウィンター好きです。おすすめです。これ結構服で持ってますね。こういう色合いってなんかターコイズ全然持ってないです。そうね。でもどっちがより綺麗ってなるとターコイズ綺麗ですけど、それこそウィンターの色とスプリングの色の共通点ってやっぱりちょっと色が強めとかクリアで色が強い色っていうのが共通点なんで、そこを軸にして選ぶとあんまりイエベブルベ気にしすぎなくっても色が強いっていうのとってもお得意な顔色の見え方です。ちょっと強めがいいですね。ぼやっとした色よりもそうですね。多分今までの感じで結構華やかな色、強い色選ばれて全く問題なくお似合いです。よかったです。なんかぜひ引き締まる系が好きなんで、はい使っています。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。次に骨格診断を行っていきたいなと思います。で骨格診断はお洋服でスタイルアップして見える形が分かる診断で、よく聞くストレート、ウェーブ、ナチュラル3つに分けていきたいなと思ってます。でざっくりストレートさんってもともと厚みとかメリハリ立体感があるのでシンプルなお洋服が得意なタイプで、ウェーブさん結構華奢なので、あと薄さもあるので結構ふんわりボリュームを出したり、あとはハイウエストなんかも得意なのはウェーブさんです。あとナチュラルさんは今度は骨感がしっかりしているので、結構そのゆるっとしたスタイルなんかもゆるゆるせずに素敵に決まるタイプです。そうなんですね。ドキドキしました。なんか今までハイウエスト結構平気で着てたんですけど、ハイウエストめっちゃ似合わなかったらどうしようみたいな。結構好きですよハイウエスト。その辺も見ていきたいなと思います。手見てもいいですか？でもやっぱり華奢ですね。手すごい。手結構言われます。指輪とか買いに行くと。もうすごくないですかこのサイズの差とか。ちっちゃいです。そうなんです。ちょっと触って、やっぱり柔らかいです。あともう厚みは多分すごいこれ多分ここで見ても分かりやすいかも。なんかすごい高さあるの分かります。私ストレートなんですけど、ストレートって結構こういう厚みとか高さがあるのが特徴で、やっぱり比べるとちょっと華奢寄りというか、あんまり厚みはすごくあるっていうタイプではないっていうのと、あとやっぱ鎖骨も華奢ですね。結構見えてる方かもしれないです。でなんかこれ私結構そうなんですよ、出ないんですよね。そういうところとかも違いがあったりとかで、あとやっぱりおっしゃってるように、ウエスト位置、ハイウエストが得意か、ジャストぐらいでいいのかっていうのもちょっと失礼しますね。一番細いところってこの辺りですか？この辺ですね。でおっしゃる通りやっぱり別にハイウエストも何も違和感なくとっても大丈夫ですか？そうなんです。で逆に下げるとちょっと下に下がった感はある。でジャストも悪くないんだけど、別にハイウエストもとってもスタイルアップして素敵です。だからやっぱこの辺しっくりきます。普段のドレスとかでもこの辺に切り替えあるやつ結構好きで買ってます。いやまさにもうウェーブさんの特徴で華奢だし。ウェーブなんですか？そうですか。あと膝とかも。膝は結構がっちりしてますね、足自体は。でも恥ずかしい。ウェーブさんですね。ウェーブでした。やっぱハイウエスト得意っていうのとか、もうまさにです。じゃあどういう服が似合うんですか？スカートの方が似合います？スカート似合いやすいですね。やっぱりテイストは顔タイプでもまた華やかとかなんかかっこいいとかどういうのかっていうのがあるので、やっぱりまずハイウエストを取るとか、タイトな服とゆるい服、ふわっとした服どっちがいいとかありますか？基本的にはフィット&フレアがいいとは言われるんですけど、もし、今日みたいな感じで上を緩くするなら下を今みたいにタイトにした方が、多分上も下もゆるゆるだとちょっとバランス取りにくいタイプかなと思うので。そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。ぜひ。では先生、次の診断お願いします。はい。じゃあ最後にやらせていただくのが顔タイプ診断です。
で顔タイプ診断って何かってなるともうすごいそのまんま喋っちゃいますが、やっぱ大人っぽいとかちょっと幼く見えるとか、なんかかっこいい感じの顔立ちだねとか、なんか可愛い感じだねっていう、やっぱりその顔立ちで得意なテイストって変わってきます。これ何を測るんですか？距離とか。あ、そうなんです。本当に目のサイズに対しての距離感とか、なんか顔の比率とかいろいろ測っていきます。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でこれはちょっと実際に iPad で写真を撮らせていただいて測っていって、また結果をお伝えしていきたいなと思います。正面と横顔を撮らせてください。ありがとうございます。じゃあ先ほどの計算が終わったようです。で結果は、まず大人と子供、どっちの方が強いかに関してはやっぱり大人の方が強かったです。で次、直線のパーツが多いかシャープな、丸っぽい曲線のパーツが多いかに関してはどっちの要素もあります。へそうなんです。例えば、シャープなところだとやっぱまずここのフェイスラインとかすっきりシャープだったり、あとこの目頭のクイッと入っている感じとかは直線感。でもあとやっぱりおでこの丸さとか頬の丸さとか、そうなんです。そういったところで曲線感を感じるのでどっちの要素もあります。で目力が強い。全然強くないです。私もう眠たそうな目だってよく言われますよ。本当ですか？死んだ魚みたいってでも目の印象はやっぱり華やかで強いので、どっちの要素もある華やかな大人顔さんでエレガントさん。そうなんですか。でもあとあれですね、ソフトエレガント、同じく直線の要素も曲線の要素もある大人顔さんの、今度はもっとソフトな感じの方々もいらっしゃるんですけど、そこにちょっと柔らかめにメイクしたらそういう感じに作り込むのもできるかなと思います。今までのお好みだとより多分強い色とかお好みなのでよりエレガントになりやすいかなと思っていて、ただもしいや今日はちょっとソフトに見せたいな、柔らかく仕上げたいっていうのがある場合はメイクとか服装とかもちょっと柔らかめにしてソフトエレガントっていうのもとってもお得意かなと思います。さっきのカラー診断を踏まえて今日持ってきたサンククルールクチュールの中で私に本当に似合ってる色とか使いやすい色ってどれなんですか？まずもうすごい見た時から思ったのがこちらの649、ヌードドレスです。で本当に一番減っていて、この色はもうイエベハルスプリングさんにとってもおすすめのちょっと黄身を感じる軽やかなブラウンで、もう本当に一番減ってるのがとっても納得っていう色です。あとこれとかこれとか679トライバル、これなんかもイエベさんおすすめです。ウィンターの色もいけるので、これ669ソフトカシミヤなんかもよく減ってるのが納得でした。すごく人気なんですよこの色。結構インターネットとかでもつけてる方多くて、私もこれすごい使いやすいんで今日個人的にはこれが一番気に入ってます。ですね。これもどちらかというとブルベの方におすすめっていう多分サイトとかでも多いかもなんですけど、こういうイエベ春が一番得意でもブルベ冬も得意ですっていう方だと全く問題なくいけると思うので、例えばなんか色のイメージでやっぱイエベの色ってちょっと元気感とか明るさを感じる、でブルベの色ってちょっと落ち着きとか上品感を感じるっていう、これなんかもう色の温度感なんですけど、黄身が温かそう、青みが冷たそうっていう、そういう感じで作りたい印象とかで今日はこっち明るく見せたい、今日はちょっと落ち着きたいブルベっていう感じでもいいかなと思ってます。先生、私この中で使ってない色いっぱいあるんですよ。こうやって上にこうやってカバーがこういう色ですね貼ってある色が使ってないんですけど、いかがですか？この辺とか結構こうあるんですよ、こういう。でこれその2つとこの2つのこの4つ全ての共通点が実はあって、オータムさんにおすすめした色で、この青もなんか青ってなんとなくブルベのイメージが強いんですけど、実はこういうちょっと黄身を感じる青っていうのはどっちかっていったらイエベさんで、これは落ち着きもあるんでオータムさんにおすすめのパレットです。でこのルージュトラファルガーも特にこの辺りって結構黄身を感じるピンクとか赤なのでオータムさんにも使いやすい色。ただこれに関してはこの下の2色とかこの上のラメなんかはウィンターさんにもおすすめなので、もしこれ使おうってなった場合はベースにこの辺使ってラメでちょっと輝きとか透明感出してあげるとスプリングさんも使いやすくなるかなと思います。なるほど。かなりラメがキーです、このパレットは。それではこのサンククルールクチュールを春夏秋
冬の順番に色分けしていただきました。私がおすすめしていただいたこの春は今この3つ全部ベージュですね。先生、私は色味が乗るとどうですか？チャレンジはできるけど組み合わせた方がいいんですかね？そうですね、例えば、おっしゃってたこの冬とかも例えばベージュベースにして締め色紫とかでも可愛いと思いますし、たまたまカラーバリエーションがスプリング向きがこういうのが揃ってるたまたまディオールの今回シリーズが、なんと全部茶色っていうことになってました。あとは例えばこの辺とかだったら全然これ夏の方ですけど、そんなにすごく青みがしっかり効いてるっていうわけではないので、もう全然いけると思います。もし寂しかったらまたご自身でラメとか足してあげるのもおすすめです。皆さんもぜひぜひ参考にしてみてください。最後に先生が選んでいただいた私に似合いそうなリップが今ここ目の前に並んでいます。これはやっぱ春を意識した色なんですかね？そうですね、スプリングっていうのももちろんなんですけど、あとはやっぱり顔立ち、エレガント感にも合いそうな色味っていうのでちょっとピックアップしました。はい、多分この72番のルージュアリュールラックは私も家にあるのでちょっと一回使っています。いやこれはやっぱりちょっと落ち着いてるので、でも落ち着きすぎてないので、スプリングさんで暗くなりすぎないっていうところと、あとやっぱりエレガントを活かせるっていうので、かなり使いやすいんじゃないかなと。ちょっと塗ってみたいと思います。きっと映えると思います。やっぱしっくりきますね。なんか唇になんかこう浮かないっていうか、自分の唇がすごく血色よく感じます。いいですね。やっぱりエレガントの方は基本的に赤はとっても似合いやすいです。この中で私がちょっと試したことないのはあるんですけど、このピンクっぽいのは試したことないんですよ。これはシュウエムラの03番になります。こちら試してみたいと思います。でもこれもそんなに言うほどピンクじゃないですね。そうなんです。ピンクベージュ、ピンク赤レッドベージュでナチュラルな色です。これは上の方に塗っていきたいと思います。これマットですか？一応マットなんですけど、そんなに重たすぎないのでスプリングさんでも嫌な重さは出ないと思います。でもそんなに確かに重くないですね。そうなんです。でこれもマスクにもつきにくいので今のシーズンでも使いやすいかなと思います。血色良くなりましたね。似合ってますか？はい、先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日の診断で自分の中でね使ったことない色が本当は自分に合うとかブルベ系かなと思ったんですけど、イエベの色もね上手に取り入れられそうな気がしたんで、本当に今日はすごくいい機会になりました。ありがとうございました。ぜひぜひ皆さんもね先生のところでね、よかったらパーソナルカラー診断を受けてください。よろしくお願いします。本当に今日ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた。